ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は4つ。まず第1にウクライナの戦況解説、そしてロシア国内における飛行機の整備状況の悪化について、3つ目はウクライナに襲来する巡航ミサイルやイラン製ドローンへの対策としてアメリカが対空ミサイルを供与しようとしているニュースについて、最後に戦場となっているウクライナの国民が今どのような思いでこの戦争を捉えているのか、この4つについて解説していこうと思います。それでは早速ウクライナの戦況解説から始めます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。今、ニュースに上がるのは主に南部戦線ですから、まずはヘルソンの周辺から見ていきましょう。一般的な報道としては、ドニプロ川西岸地域からロシア軍は撤退するような報道が多く流れています。しかし、この一般的な報道に対して、ウクライナ軍は異なる見解を示しています。それは、ロシア軍はこの地域から撤退するかのような動きは見せているが、実際に軍としては撤退しているわけではないと発表しています。それは一体どういうことかといえば、部隊の移動が見られるからです。ベテラン兵の部隊がヘルソンの町を防御施設として固めようとしています。そして北側からベテラン兵を抜いた代わりに動員兵を大量に投入しているというのです。ですから一見すると撤退するかのような動きを見せてはいますが、実際のところロシア軍はこの地域になんとか粘り強く占領地域を残そうとしています。これは攻めるウクライナ軍を市街戦に持ち込むことで消耗戦を挑もうとしている兆候だと言えます。また、ドニプロ川を渡っていない東岸地域には物資は届いていますから、ロシア軍の砲撃がウクライナ軍の進撃を阻もうとしています。ドニプロ川沿いにノーバカホフカを目指す道というのは残念ながら常にロシア軍の砲撃にさらされるため、なかなか前進は難しいかもしれません。ドニプロ川西岸地域をウクライナ軍が奪還するのは時間の問題かとは思いますが、その時間をどれだけ引き延ばすかというのはロシア軍がどのような作戦を取るかにもよります。ロシア側としては時間を稼ぐことによって動員する兵士に対する訓練を施したり、ソ連時代の兵器を再生することで何とか戦力を立て直そうとしているのかもしれません。続いては東部戦線の状況も見ていきましょう。東部戦線においては戦線は大きく動いてはいません。というのも、イジューム・リマンを落とした後において、ロシア軍は何とか混乱から立ち直り、スバトボ・クレミーナの防衛ラインというものをかなり意識して陣地構築を行っています。そして動員兵が大量に到着していることが現地から情報で上がってきています。スバトボに対する前進は以前動画で取り上げた時よりは6キロ前進しているようです。一方でクレミーナにおいてはロシア軍との戦闘は激化しており、なかなか前進ができないようです。華々しい大戦果といったものが見られない状況には陥ってはいますが、前線での戦いはじわりじわりとまだウクライナ軍の前進は続いているようです。ここからは戦場を離れてウクライナ情勢関連のニュースを見ていきましょう。ロシア軍用機次々墜落の謎。酸素ボンベや脱出装置の不具合も。ロシアで戦闘機や爆撃機の墜落が相次いでいる。ウクライナ侵攻後、少なくとも11機が戦闘以外で墜落したとみられ、23日もシベリアのイルクーツクで墜落し、乗員2人が死亡した。安全に直結する装備の不具合も報じられている。イルクーツクで墜落したのは戦闘機スホーイ30。引き渡し湾へのテスト飛行中、住宅に墜落して炎上した。ノーボスチ通信は救急部隊の情報として、パイロットら乗員2人が意識を失って操縦不能になったと報道。酸素を供給するボンベに不具合があった可能性を指摘した。ロシアでは17日にも南部クロスノダール地方で訓練飛行中の戦闘爆撃機スホーイ34が9階建てアパートに突っ込んで炎上し、15人が死亡した。9日には南部ロストフ州で2機が墜落。うち1機の事故について独立系メディアは治安機関の情報としてパイロットの緊急脱出装置も作動しなかった可能性を伝えている。ロシアの独立系メディアなどによると、2月のウクライナ侵攻後、戦闘を原因としない墜落は少なくとも11機に上る。とりわけ10月は5機と異常な数だ。事故急増の大きな要因と考えられるのが、侵攻の長期化による人材不足だ。欧米の当局は、ロシア軍の死傷者は7万から8万人に上ると見ており、侵攻開始時の兵力の半分を失った計算だ。経験豊かな整備担当の兵士やパイロットらが
ウクライナに派遣されれば、ロシア国内の軍用機の整備や操縦でミスが生じる可能性が高くなる。欧米の制裁による部品不足も考えられる。半導体など先端部品の輸入がストップしており、イギリス国防省は16日、ロシアの防衛産業はおそらく消耗のペースに合うような先進的装備の生産ができないと指摘した。消耗を重ねる戦闘用の供給が優先され、部品が全般的に不足している可能性もある。すでにロシアの民間機の整備では別の機体から取った部品が使われている。記事の中にあったイルクーツクの戦闘機の墜落はパイロットが意識を失っていたという話を裏付けるかのようにほとんど垂直で墜落していました。そしてパイロットが意識を失う原因というのが装置の不具合であったのではないか、そのような話も出ています。もしもそれが事実であるとするならば、作ったばかりの戦闘機がそのようなことになっているのは明らかに製造ミスだと言えるでしょう。続いて記事の中にあったクロスノダールの訓練飛行中の墜落についても映像が残っています。こちらも映像を見る限りでは市街地を避けて戦闘機を墜落させることすらほとんどできないような状況での墜落を起こしています。パイロットが十分に訓練を積んでいるのであれば、不具合を感じた時点で街の郊外に落として自分自身は緊急脱出するといった選択が取れたはずです。こちらも戦闘機の整備が全く行き届いていなかったのに加えて、パイロットの未熟さというのも感じられる墜落事故です。続いてのニュースは、これからウクライナの防空体制を強化するのに一つ大きなきっかけになるかもしれないニュースです。アメリカ政府、旧式防空装備ホークのウクライナ移送を検討。アメリカ政府は現在保管している旧式の防空装備ホークをウクライナに移送することを検討している。ロシアによるドローンや巡航ミサイルの攻撃からウクライナを守ることが狙い。ホークの迎撃ミサイルが提供されれば、アメリカがすでに供与している小型の短距離防空システムスティンガーを補強する形となる。バイデン政権は国内余剰兵器の移送を許可する大統領権限を活用する見通し。ホークのシステムとミサイルを何機移送できるかは不明。アメリカではホークの後継としてレイセオンテクノロジーズが開発したミサイル防衛システムパトリオットが使用されている。旧式ミサイルとして紹介されてはいますが、ホーク対空ミサイルは現在でも世界20カ国以上で現役配備されています。アメリカにとっては旧式ですが、他の国にとっては別に旧式ではないといった位置づけにあるものだということは押さえておく必要があります。アメリカ軍の対空システムは先ほど述べたようにすでにパトリオットシステムへと移行しており、保管状態のホーク対空ミサイルのシステムをウクライナへとどんどんと移送することにはほとんど何の障害もないと言えるでしょう。最後に、ロシア軍による本格的な侵攻が始まってから9ヶ月目へと突入しました。ウクライナの人たちはこの戦いを今どのように捉えているのか、世論調査の結果も見てみましょう。ロシアに対する戦い継続、86% のウクライナ国民が支持。ロシアによるウクライナ侵攻が9ヶ月目に入り、首都キーウなどへのロシア軍による砲撃が続く中でも、大多数のウクライナ国民がロシアに対する戦いを続けるべきと考えていることが24日世論調査で明らかになった。キーウ国際社会学研究所 KIIS が10月21から23日に実施した世論調査で、回答者の 86% がミサイル攻撃が続いてもロシアと戦い続ける必要があると回答。こうした回答はロシアと国境を接し、ロシア側を話す住民が多い東部のハリコフとドネツクでも 69% と高水準だった。また、ロシアとの戦いの継続に支持を示した人の割合は、調査にロシア語で回答した人では3分の2、ウクライナ語で回答した人では 89% だった。KIIS の副所長は、ロシア軍によるウクライナの都市への砲撃がパニックと絶望を拡散し、ウクライナを降伏させるというロシアの意図とは逆の方向に作用していると指摘。損失と破壊による国民的な痛みにもかかわらず、ウクライナ国民は怯えていないと述べた。KIIS が先月行った調査では、87% がロシアに対するいかなる領土割譲にも反対する姿勢を示している。ロシア本国は制裁の影響なども受けて、徐々に軍事力を支える産業は力を失い始めています。そのことを一つ端的に証明しているのが今回のような戦闘以外での戦闘機の墜落事故です。作ったばかりの戦闘機がいきなり墜落したり、訓練中の戦闘機が墜落するなど、立て続けに起こっていることから、様々なところで必要なところに予算であったり、ベテランの整備士や
作業員があまりにも足りなくなってしまったことを少し暗示させるようなことが起きています。そうしたこともあって、ウクライナに対する攻撃も行われているわけですが、その中においても特に今目立つのは、ロシア軍がもともと持っていた兵器や今作ったばかりのミサイルよりも、イラン製の突撃性ドローンの方がむしろ目立った被害をウクライナ側に与えています。ただしこれはウクライナ軍に対する攻撃ではなく、移動することが不可能に近い社会インフラに対する攻撃であったり、住宅地に対する攻撃などで電気を奪おうとしたり、一般市民を付け狙うといった戦争犯罪を繰り返しています。そしてドローンによる攻撃というのは比較的安い値段の兵器で攻撃するのに対して防衛側はそれよりもはるかに高いコストを払って迎撃しなければなりません。ドローンが何百万円でできたものに対してミサイルが数千万円という具合にして圧倒的に防衛側の方がコスト負担が高いのです。そうした問題を一つ解決しようとして考えられているのが今回ご紹介したようなすでに保管している兵器をどんどんとウクライナに渡すことによって巨額の出費というものを強いられずになんとかウクライナの防空体制を整えることができるという案です。記事の紹介時点でも話しましたが、アメリカにとってはすでに保管状態にある兵器であっても他の国では現役兵器としてまだ残っているものですから、巡航ミサイルであったりイラン製の突撃ドローンに対しては十分に戦果が期待できます。そして最後にご紹介したウクライナの人たちがどうこの戦いを捉えているか、ここは非常に重要なところです。特に戦争状態がずっと続くことによって多くの人たちが亡くなってしまいます。戦争が長引けば一般市民の人たちがたくさん亡くなってしまうじゃないか。だからウクライナはさっさと戦争をやめるべきだと外野が言うのはちょっと違うということです。少なくともウクライナの人たちは確かにロシア側からの攻撃によって兵士だけではなく一般市民もたくさん亡くなっているが、だからといって今戦いをやめることは侵略者に対して屈することを意味することであり、今の段階で戦争をやめてはいけないとウクライナの多くの人たちが思っているのです。こうしたウクライナの人たちが何とか戦い続けようという気持ちがあるからこそ、武器が全く足りない中で戦い続けて、その後の兵器供与を受けてようやく互角へと戦いを持ち込み、そして少しずつ領土を奪還する、いわば戦場における優位といったものを勝ち得たのです。そもそもウクライナの人たちが戦う気持ちが全くないのであれば、とっくの昔にアフガニスタン政府のようにロシア軍に完全に全土を蹂躙されていたことでしょう。ウクライナの人たちが犠牲を覚悟でまだまだ戦うんだという気持ちがある以上は、それに寄り添って各国からの支援をすべきでしょう。そうでなければ侵略国が狙った通りの結果を得てしまいます。それは今後ロシアと同じような条件を持つ中国にとって非常に良くない学びの場となってしまいます。国連常任理事国で核保有国が軍事力を用いて侵略をしたとしても、最終的には狙ったものを得るというのであれば、中国による軍事力の行使といったものがハードルが下がってしまうのです。日本の現在の体制からすれば軍事支援はできませんが、少なくともそのようなロシアを勝たせてはいけないという戦略的な目標を目指して、ウクライナに対する人道的支援は行い続ける必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。私の話を聞かれてあなたはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を見終わった後には評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。